はい、それでは、今週の、後半はファイル I/O の話をしていきたいと思います。これはこれまでは、変数のアクセスはメモリー上の変数を考えていましたが、ディスク上、ディスク以外にもいろいろ使えるんですけど、ファイルへのアクセスというのを行っていきたいと思います。でファイル入出力というのは、C 言語では、入出力デバイス操作として行います。でこのデバイスには様々なものを想定できます。キーボード、ディスプレイ、ファイル。これは全てを単一的に、統一的に扱えるような概念を使います。でそのための、抽象的なインターフェースですね。様々なデバイスを同じ方法で操作するための抽象的なインターフェースとして、ストリームというものを使います。このストリームを介してアクセスすることによって、ファイルの読み書きが行えます。でこのストリームというインターフェースをどうやって管理するかというと、このファイル構造体という、構造体に関しては次回で説明しますが、今回はファイル構造体という、データ構造を、データセットを、データ構造を使って、ストリームというものを操作するんだなと。でこのファイル構造体の中には、ストリームの状態に関する情報を格納する部分があります。でこれはストリームの入出力操作で使用します。でこういうファイル構造体の、ルールとか、機能というのは stdio、スタンダード IO.h というですね、非常に一般的なヘッダーファイルで定義されています。なので皆さんが直接このファイル構造体を自分で設計することはないのですが、C 言語を作った先人が、このルールを決めて、そしてインクルードファイルという形で、コンピューター上のどっかに格納しておいてくれています。実際使う段になったときには、構造体内の宣言をするんですけど、こういうふうにですね、FILE、ファイルという大文字で書いて、その後に、FINP、これはポインター変数ですね。これポインター変数です。で、間接演算子がついているので、FINP で指し示す先には、ファイル構造体がある。言い換えると、ファイル構造体を指し示すためのポインター変数 FINP を宣言します。これ入力用です。出力用も同じように F アンダースコアアウトです。名前は自由ですけど、こういうふうに入出力用のファイルへの、ファイルを構造体へのポインターというのを宣言して、実際に入出力処理を行っていきます。で具体的にどういう操作を行うかというとですね、まず1つ目は Fopen。まずファイルを開かないと何も始められないので、ファイルを開くという関数があります。これはファイル名、文字列ですね。わかりやすく考えるんだったら、ハードディスク上にあるファイルのファイル名が文字列です。と、モードを与えると、ファイル構造体へのポインター、ストリームポインターを返してくれるという関数です。その後はこの返ってきたストリームポインターを使って読み書きを行っていくということになります。まずこれ開きましょうと。で、処理としてはこういう感じで、fopen という関数です。そして、これ、関数の前にこういう間接演算子がついているのはなかなか見ないと思いますけど、これはこの関数の戻り値がポインターですよと。そのポインター変数が指し示すのはファイル型の構造体、ファイル構造体ですよという意味です。つまり、ポインターを返す関数であると。ポインター変数を返す関数であるというのが分かります。引数は、キャラクターですね。文字列。で、
ここにファイル名、文字列が入ります。こちら側にはモードですね。モードが入りますよと。で例えば、どういうふうに使うかというと、ファイル構造体というのを宣言して、そのための、ポインター fin、inp と fout というのを作っておきましょう。そして fopen でファイルを開けます。その時に読み込み用のファイル input.dat というファイルを開きましょう。これはハードディスク上にあるファイルの名前です。で、あとこの間にモードですね。これも文字列としてダブルクォーテーションで囲って、入れます。その結果を、このファイルが見つかったら、そのファイルへのですね、ポインター、ストリームポインターをここの FINP に入力するということになります。で、書き込み用の方も、書き出し用の方ももちろんあって、これ、結構5色ですね。fopen、これ、すみません。いいです。fopen で、ファイル名と、今度は書き込むので、書き出すので W と書いておきます。で、fout とやると、このポインター変数に、その output.dat というファイルへのストリームポインターが入ります。で、ここの後ろのモードというのは、1、2、3、4、5、6個種類があります。で、R は読み込むファイル、リードですね。リードファイルを開きます。ファイルが見つかった場合には、null。null がこのポインターに返ってきます。だからもし結果が null の場合には、そういうファイルはディスク上には見つかりませんでしたということだと考えてください。この W、書き込みの場合は、書き込みモードでファイルを開きます。ファイルがディスク上にない場合には、新しく作ります。すでに存在している場合には、その内容を破壊し、オーバーライドするというモードになります。その他にも A というのがあります。これは、追加ですね。追加モードです。追記しますよというモードです。でファイルがない場合には作成します。ある場合には、今存在しているファイルに追加をしていくと。後ろにどんどん書き出していくということになります。その他に R プラスというのがあります。これは既存ファイルを対象に読み込み書き込みの両方のモードで開きます。読み書き両方するようなファイルとして開きます。ファイルがない場合にはエラーを返します。W プラスもあります。これはファイルを作成します。新しく。R プラスは既存ファイルを対象なんですが、新しく作る場合には W プラスです。読み込み書き込み両方モードで開きます。これは一緒です。ファイルが存在している場合はその内容を破壊します。だからもし万が一 W プラスで、もともとファイルがあった場合には、そのファイルは消されてしまう、上書きされてしまうという恐れがあります。A プラスというのは読み込み書き込みモードの両方のモードで開きます。ファイルが存在する場合は追加、ない場合は作成します。こういうふうに使います。一般的には WR で使うのが多いと思います。で、一回これでファイルを開いたら、次はファイルに対して、値を入れたりとか、値を読み込んだりとか、書き出したりします。その時の関数が fscanf という関数と fprintf という関数です。これ今までscanf ですね。主にキーボードから何か文字や数値を取るときに使ってた scanf とか、printf、ディスプレイに文字や数字を出力するときに使ってたものがあったと思います。あれはデバイスがキーボードやディスプレイだったんですけど、そのデバイス、入ってくる元とか行き先をファイルにするのが fscanf と fprintf です。先ほど fopen で獲得したストリームポインターで指定されるファイルから文字列や値を読み込んだり書き込んだりすることができます。使い方としては、これは fscanf の例ですね。fscanf で FINP、先ほどfopen で獲得したストリームポインター
を書きます。そして、ここに、読み込んだ値を格納する変数のアドレス情報ですね。この変数に書き込んで、アドレスを3種使って、この変数に書き込みましょうねというふうになります。で、書き込む情報はここで定義されています。この場合は整数値と開業を入れると、その値、整数値がこの間に入っていくという状態になっています。fprintf というのももちろんありまして、これは出力 fopen で獲得した出力用のストリームポインターをここに書いて、で、出力したい値をここに書きます。で、この値と、あとは開業というのをつけた、こういう状態で、アウトプットドットダット、さっきのif open の時にアウトプットドットダットと指定したので、そのアウトプットドットダットというファイルに書き込まれていきます。基本的にファイル操作はこれでおしまいです。で、最後に、オープンしたものをクローズしなくてはいけないので、fclose という関数を使います。これはストリームポインターで指定されるファイルを閉じる、操作終了というものです。やることは非常にシンプルで fclose で、finp とか f アンダースコアアウトとかですね。先ほど fopen で獲得したストリームポインターをここに入れて、このファイルストリームはもうこれで使えませんよというふうに宣言します。これは演習でもやってもらうものなんですが、ファイル入出力のサンプルコードといってこういうのがありますと。でこれは行列の演算するようなもので、まず include.stdoi.h 今これファイル構造体を宣言するのに必要なので必ず書きます。でこの場合、ここでは define で large n、大文字の n は4だよというふうに定義をします。値を入れます。あとはここメインの部分で、メインの中で局所変数として、n× の x という配列と、n× の y という配列と、n× の z という配列を宣言します。あと、ijk という整数型の変数も宣言します。そして、ここはファイル IO の出番なんですけど、fp_x というポインター変数、fp_y というポインター変数、fp_z というポインター変数、ポインター変数を3つ宣言します。でそのポインター変数が指し示す、ここに関節演算子がついているので、このポインター変数が指し示す先というのはファイル構造体ですよというのが分かると思います。そうした後に、今度 fopen をして、それぞれファイルを開きます。でこれは、x.dat という、これはあらかじめハードディスク上にこれ用意してありますけど、x.dat という名前のファイルをリードモードでオープンして、そのストリームポインターを fpx に渡しています。で同じく y.dat というファイルをリードモードでオープンして、そのストリームポインターを fp_y に渡します。そして z.dat というファイルはライトモードですね。でオープンして、そのストリームポインターを fp_z に渡します。あとはこれはfor文で、i が0から1まで繰り返しましょうと。で何をするかというと、これは、配列ですね。さっきの n× の配列の要素をずらしていきながら、その箱に fpx からこの小数点型として値を読み込んで格納してくださいというのを x と y で繰り返します。そうするとこれを繰り返すと、この元々の x.dat や y.dat にあった値が、この配列 x と配列 y に格納されていきます。格納が済んだらもうこの2つのファイルは必要ないので、fclose で閉じてしまうと。
でこの後に今度は演算をしましょうと。でここはちょっと自分で考えてもらいたいんですが、で行列演算の計算をして、その結果を、その結果、Z の配列に x×y、配列 x× 配列 x と配列 y をかけた結果が入っています。で入ってきたこの値を今度 fprintf でファイルストリームポインターを使って、この z.dat にどんどん書き込んでいきます。で全部終わったら、最後に、1回開業もして、そして終わりにしましょうと。こういうプログラムです。